時刻は4時30分にそろそろなります。後半は A ちゃんのコーナーです。後半も引き続きお付き合いください。またご意見ご感想質問などはメールで受け付けています。メールアドレスは fm@761.jp fm@761.jp ファックスは 0829-31-0761 0829-31-0761 です。メールファックスどんどんお待ちしています。それではここからは栗林さんお待たせしました。その皆さんと羽熊さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご苦労様でした。前半木の根っこのね、お話、本当に2人の両友の聞いてました聞いたような聞かんような聞いてましたよ。ひどい。はいで子供たちのね、発表もねよかったね思います。そういう中でねカラフル、タウン20日市この放送もう3年8ヶ月ですよ、今回で44回いよいよ、フィナーレとなったんですけども、この間ずっとねパーソナリティとして横山さんが本当にリードしていただきまして今日を迎えることができて本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ご本人はこれからねまた新たな挑戦をされるということなので、陰ながら応援したいとここらで乾杯でもしたいところです。よろしくお願いします。エア乾杯。長年のご苦労にね拍手したいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。で羽熊さんがね今度ね私の代わり、そうね羽熊さんにねこれからちょっと変わってもらおうと思います。新米パーソナリティですね盛り上げていきたいと思います。それで今日はですねゲスト改めてご紹介したいと思うんですけど、防災士ソナエニャさんどうぞよろしくお願いします。猫型人造人間防災士のソナエニャですこの10月から活動をスタートしております。そうですか。はい、よろしくお願いします。はい、それから外国人相談センター長羽熊さん小田さんです。 Hello everybody and Buenos tardes, ダジャハオすごいいろんな国の言葉喋りますがもう本当に心強いことです。4月以来ねもう本当にそんなことでいろいろお世話になってます。そこで1月からはですね廿日市の国際交流協会さんと永山で同じようにこの、毎月第2火曜日の1時間4時から5時をね務めさせていただくことになりました。初めはねもうこれですっきりやめようと思ってたんですけどね、いろいろな話があってねやめるなといろんな神様がいらっしゃいます思いもよらないことになりました。それも宿命運命というかね、受け止めてやらせていただきます。で来年度また 1,2,3 終わって4月からねまたどうになるかということもまた改めてね、検討したいと思います。横山さんもねまたこれ気が向いてまたここ帰ってくるということがぜひぜひ来てくれにぎやかしに行きますピンチヒッターでですねぜひぜひねよろしくお願いしたいと思います。さあそれじゃあ、もう早めですけどもいきますか。一つ目のコーナーにお願いします。これに気づけばええじゃん。はい、私もね本当にこの番組でこれに気づけばええじゃん私も気づかさせていただいたんです。長年在住外国人のトラブル相談をさせていただく中でですね最もやっぱり緊急度の高いものこれが事故とかね交通事故もありますしねで急病ですよね。で待ったなしですよ。これ何遍も私が直面してしまってですねその時頼りになるのはやっぱり救急車だから防災士消防消防隊、こういうふうなね、方にねその通報がこれがもう宿命運命をね決めてしまいます。そういう意味ではねどういうふうに通報するのかということですよね、特に外国人にとってはですねこういうシステムがあるということも知ってほしいしそのために備えにゃいけんこと備えにゃというのをね教えていただきます。まさにその通り自分が言おう思ったんですけどね取られちゃいましたリハーサルなしですか。本当にうちの外国人相談センターでもですね先日ですねもし救急車を呼ぶときどうしたらいいかっていうですね聞かれてそういえばやっぱり119番って私たちは110番も119番も子供の時からね何度も聞いてやってるけど海外から来た人ってねどこにかければわからないっていうね人もいるのでやっぱりどう向こうの人がじゃあね日本語で出てきたらどう答えなきゃいけないっていうのね
そういうのねやっぱりね重要だなっていうのね改めてねそれをねぜひねここでね一つリハーサルしてもらいたいとにわかにね外国人をちょっとここへ来ていただきましてですね私じゃあそのエリアさんとね外国人やり取りしてほしいと思います、はいどうぞよろしくお願いします、はい、そうですね。まず119番という番号を知っていただきたいなと思ってまして、まあ日本の方でも多分こう119番かける時っていうのはすごく慌ててる時なので、あら何番だったっけみたいな感じでまずちょっとこう忘れてしまったり戸惑ってしまうってこともあろうかと思います。でことさら外国人であれば119番っていう存在自体を知らない方もいらっしゃると思うんですけど、羽熊さんいろんな国に行かれてるって私聞いたんですけど、やっぱり国ごとのそのエマージェンシーコールっていうのはご存知だったんですか？そうですね、大体そういうガイドブックとかいろんな国によっても書いてあるので、そこの緊急連絡先とかですね、あと大使館連絡先ですね、必ず書いておいて、でJICA とかああいうので言ったらJICA 事務所オフィスにとにかく連絡する、真っ先にですね、緊急携帯とかですね、昔は無線だったんですけど、そういうのを貸与されてますので、無線もあるんですね。はい、でそういうのを必ず書いて手に持っていくとかですね。なるほど、わかりました。じゃあ119番ですね、かけた時にどういうふうに対応するのかっていうのを調べてみましたんで、ここで羽熊さんとちょっとこう寸劇みたいな感じで、はい、お願いします。救急編でやってみよう。私が外国人の、在留外国の方というですね。はい、それでは119番が鳴りました。私が通信指令役で答えていきます。はい、119番消防です。火事ですか救急ですか？救急です。はい、救急車を向かわせる住所場所を教えてください。住所、廿日市市、〇〇町名、何々番、何々号。わかりました。です。はい、あなたのお名前を教えてください。私マイケルです。マイケルさんですね。はい、救急車を向かわせる手配をしました。あなたが怪我をされたんですか？病気なのですか？私大丈夫。はい、誰ですか？私のワイフ。奥さんですね。倒れた。はい、倒れた。どこで倒れましたか？トイレで倒れた。わかりました。奥さんは何歳ですか？My wife、24。わかりました。若いですね。はい。いつ倒れられました？さっき。わかりました。もう救急車向かってるんで安心してください。具合を聞いていきます。この方病気は持ってますか？病気ない。病院にも行ってないですか？病院廿日市ホスピタル。廿日市ホスピタル。薬は飲んでますか？薬、よくわからない。息はしてますか？大丈夫。はい、ブレス大丈夫。あと意識、呼びかけ会話。会話ダメ。はい、わかりました。今、救急車向かっております。保険証、診察券、薬ありますか？薬イエス。保険証イエスあります。わかりました。はい。それではもうすぐ着きますので安静にして待っていてください。 Thank you so much。 はい、電話を切ります。以上です。素晴らしい、なるほど。いや僕はね注意かな一言言おうと思ってたのが、救急車が向かっているというのをね しっかり何回も言ってくださいと言おうと思ったら2回言われたでしょ。さすがですね。もうねあれがね怒るんですよ。そうなんです。しつこいって怒られる。何聞くんだと早く来い言ってね、実は言ってるんですよ。住所と、何が起きたかと聞いた時にはもう指令をかけられますので、近くの消防署に放送がされて、救急車消防車が向かうことになっております。もし英語もですね日本語もですね、全然できないっていう人の場合は、何ですか三者通話みたいな電話の、そうですね、通訳センターみたいなのがよその場所にありまして、そこに電話をしますと通報者と通訳と私たちの間で同時通話ができますので、現地の言葉で言ってもらったら通訳の方が訳してくれます。で来た隊員さんも今タブレットとか結構翻訳のタブレット、通訳持ってると聞きました。ただ隊員も英語得意な人と、不得意な人、大体不得意なので、その辺はご協力をしていただけたら、周りの方が、日本語できる人がいたら協力してください。で
でとにかくですね、やはり日本人でもそうですけどパニックになってる時があるのでこの電話のところに間違って110番かけてしまうので、やっぱり119番というのと、はい自分の住所ですよね、はい、だけはね書いておくと、はい慌ててる時でもちゃんと通報できると思います。ですね。はい、はいその住所がね街中でやるときは住所じゃないので、そうですね建物とかね目印を言わなきゃいけないんですよね。お店の名前とそかですね、こがね交差点のはっきり言えるか名前とどうかなとか、かをね言えば分かる時があります。そういう時には例えば近くのコンビニとかねそうかけ何かおいて、ねコンビニの人に、あ救急車通報してもらっても救急車呼んでくださいって、そうそう助けてくださいっていうのもありですね。そうですね。はいはいねいろんな工夫がやっぱりいるんですよね。そうですね。まずは119番というのを覚えてもらえればと、はい、思います。皆さんがね本当に気楽にね電話してほしいんです。で救急車の中でどうなってるかもねやっぱり一言ね説明していただければありがたいんですけど、タブレットがねそうですね使い地の場合ありますよね。私は救急車に乗って運ばれたことはないんですけども、血圧を測ったりそうとか、ですね。そしてタブレットでねタブ通訳機があるから、はい多言語で通訳しますよ。だから私もね救急車に何遍も乗らざるを得ないんで、外国人倒れるとね同伴してねもう同伴してくれないと救急タイム嫌ですよ。やっぱりねポケットからねいろいろなね身分証明書やらね探らないと病状もなんとか把握したいし、年格もね把握したいじゃないですか。その時にね誰か同席してほしいっていうのは当然言われます。ぜひね近所の人はね英語ができない何ができないじゃなくて同行していただきたい。それはもう本当にお願いします。そうしないとね病院に行くまで何時間も待たされますよ。どういう病気ね既往症とかねわからないのにいらっしゃい言うことはないんです。何か理由つけてね断られます。だからもうねそういうことがね現実何遍も起こるから、ぜひぜひ、その身分証明書なり何なりねそれを外国人がやっぱり平素からそんなことも考えてほしいですね。保険証とかって皆さんお持ちなんですか？持ってる方と持ってない方いらっしゃるんですかね。両方あるですね。でもとにかく在留資格のねそういうものがあったらね、在留カードがね医療費の負担があるんですか？あるし、で本人の名前がね分かるし、年が分かるしですね、どの国か分かるしですね、でそういったことがねやっぱ基本の情報がないと困りますね。はい、ありがとうございました。はい、じゃあいろいろちょっとね早いんですが、ちょっとそうですね、今回リクエスト曲をねリクエスト曲に行きましょう。ソナイニャさんからもらってるんですけど、なんか選んだ理由とかあるんですか？ハッピーエンドの夏なんですっていう曲をかけていただきたい。はい。今なんでまた夏冬なんですけど今、冬なんですけど、はい、災害といえばですね、広島で言えばやっぱり水の災害が多い。土砂災害とか大雨とか台風とか、夏に発生しますんで、一応この涼しい時でも防災の心得を忘れないようにということで夏なんです。全然歌詞は関係ないんですけどはい、わかりました。はい、はい、じゃあお願いします。はい、じゃあ紹介します。ハッピーエンド夏なんです、お願いします。最近のニュースとご案内。はい、今度こういうことですけども、先ほどちょっとですね言い忘れたことがあったので、もう一度ソナイニャさんとハグマさんに補足をしていただければありがたいです。はい、はい、それではですね、ソナイニャさんの今後の活動としてですね、はい、はい、ご紹介してもらったら、ですね、年末に子どもの施設で避難訓練をやろうということで、こじんまりとした会なんですけども、考えております。それと3月2日市民活動センターのお祭りにお手伝いできればなと、お邪魔してよければ、ぜひぜひ。3月2日3月2日ですね、日曜日、10時から16時まで、はい、で午後からソナイニャさんが来られてラジオ配信ですね、動画配信とあと SNS、はい、あと防災の非常食の配布とかに現れるかもしれないですね。現れる、はい、本当にいろんなこの市民活動センターのフェスティバル、私もエスニック料理とか出してるんですけど、子供さんとかね、たくさんゲームとかですね、楽しいうどんとかね、いろんな防災食とかいろんなの出ますので、ぜひね遊びに来てもらえたらと思います。3月2日皆さんメモしてくださいね。ぜひぜひ忘れずに来てくださいよ。市民活動センターのホームページでも出てますかね？
まだ出てないですかね。出てると思います。もう出てたと思いますけど廿日市市民活動センターのホームページの方で皆さんよければね、チェックしてくださいね。はい。あとちなみにですね、ソナエニアさんですね、今回顔が見たいっていうこれラジオなんですけれど、そうぜひね顔をね、アーカイブではいはいはいエイジャンのアーですねカイブではいぜひぜひね見てほしいですぜね。ひ見てもらったらと思います。ホームページの方からそれも見られます。はい、エイジャンのですね、YouTube チャンネルからはいお楽しみに。アップする予定です。はい。はい、お楽しみに。はい。それじゃあもう一度ですね行事のご案内をさせていただくんですけども、今おっしゃった市民活動センターのフェスティバル3月2日その前座みたいな感じにもなってしまうんですけどもね、2月4日1ヶ月前ですね、来年2月4日火曜日ですね、同じ市民活動センターこの2階の研修第一研修室でですねイベントがあります。それはですね実は A ちゃんが出入国在留管理庁長官のですね表彰を受けることに今回なったんですね。ちょっととんでもないことになっちゃってですね、とんでもないいいことじゃないですか。いやありがたいことはありがたいんですがね、で受賞をねするために来るかと言われたんで、私はねちょっと行きませんと言うたんですよ。それよりもできれば広島廿日市に来てくださいとお願いしたら、広島の入管の局長が来ていただけるということになったんで、ありがたいことですよ。2月4日何時とおっしゃいました？10時から10時から、10時から12時までね、ただ表彰式でね授与いただくというだけじゃなくてね、これはもちろんみんな私一人じゃなくてみんながね共にこうやってきたことがあれなんですから、参加していただいて今までの実績をねパワーポイントだなんかでねやって、で入管も講演されると思います。全国でねいろんな新しい施策をね打ち出しておられるんですよ。でなんとかね外国人に知らせたいという大きなね意欲も感じられるのでね、私はそういう名の場をやっぱりねここで廿日市でやってたい。あとグループワークしたい。グループワークをすることはね何か言うと外国人のトラブルというのはもう妊娠出産からねもう子どもの就学それから就職それから交通事故に避難にですねもう何でもかんでも日本人と同じように全て人生のステージごとにあるんですよね。プラス在留資格という拘束があるだけにね倍の苦しみがあることがあります。だからこれをね早く事前に予防するためにはみんなでグループワークしながらですね課題を明らかにして、で入管の人県の人市の国際交流協会みんな参加していただけると思いますし、私はこれをね外国人だけじゃなしに日本のマイノリティのねこれに同じようにやっぱり社会の無関心の中でね苦労してますから、それをねみんな声を上げて見える化して対策をという意味でやりたいと思いますので便乗してですねそういうようなことを考えております。これは誰でも参加できるんですか？2月4日申し込みも特にいらないんですか？申し込みはしてほしいですね。グループワークもしたいからね。どちらへ？A ちゃんです。A ちゃんの方へね。A ちゃんにお願いします。2月4日10時からですね。はい。それからですね今最も今日記念すべき日であるということをね改めて意識していただきたいんです。今日12月10日ですね、ノルウェーオスロで、今夜だと思いますけどもノーベル平和賞、日本被団協がですね受けるということになりました。で三巻さんも言っておられるしですね通訳者の小倉さんも言っておられるしですね本当に名誉なことではあるんですが、そのことをですねなんとか本当に世界のこの紛争もう10カ国ぐらい内戦で争っている中でねいつ原水爆のね再度という利用さということがね起こるか分からない中でね発表していただきまして心をね捕まえてほしいと思います。時代のね大きな重い扉それをこじ開けてほしいと思います。なんで私がここまで言うかいうと僕は実は生まれも育ちも京都なんですが被爆はしてないし親族にも誰もいません。だけどねもともと京都が第一の候補地だったんです。皆さんもご存知かどうか分かりませんがアメリカ政府が発表してますから第一の候補地京都がねいつの間にやら消えて、広島になったということなんですね。長崎もまたね思いもよらない形で被爆を受けたですね。もう明日は我が身ですよ。私はもうれっきとした御所からね2.2キロちょっと
もう被爆者ですよ生きてるかどうかわからない、そういう私がね被爆地の広島に勤務したいと思ったのはやっぱり差別がねあったということがねもう許せんかったんですね。だからやっぱりどうしても私は広島に行きたいと思ったわけなんです。そういうことでね今この、55分までちょっとありませんけどねこれをねぜひぜひ見てほしいというのがあります。この画面に映るかどうかですけどもこういうのをですねこれですねこれがね見てほしい分なんですよね。 G7 サミットの時のね G7 サミットね、G7 サミットこの時にね慰霊碑へ歩む首脳に届きしか即下の町の市民の声がとこういう俳句をね短歌をね作っております。ここへね英文でも書いております。こういうふうなねこんな子どもたちがねその直前までやっぱり広島ではねこれドームの近くですよ。そういうことですね。子どもたちが川で遊んでるね写真がありますね。こういうのを展示してほしいですよ。それプラスねウクライナのね被災地に向けてねこういうふうなね絵をね広島中で集めて送ろうとしたんですよ。でなんとかね一部はねメールで送ったりしてますけどねこれは被爆電車です。この被爆電車というのはねもう3日後には広島を走り今も走ってるんですよと。ウクライナのねみんな電車あるでしょうけどもね戦後ねこうやってね立ち上がれると思います頑張ってくださいって10歳の子供がね広島の廿日市の子供ですよこういうのは書いてるんですよ。これをねやっぱり示してほしいなと思って小倉さんにメールを送っておるんですがちょっと届いたかどうかわからない以上のことですね。そういうようなことで何かこれについてもしご感想あればおっしゃっていただければありがたいです。どうですかね。先ほどの絵とかはYouTube でですねアーカイブで見れるようにしますのでですね、はい、平和に見描けた子どもたちのメッセージね先ほどねずっと書き溜めてねAちゃんの方で保管してますので実際手にねもう渡してあげたいですよね。700枚もねあるんですからねいろいろ工夫したいと思ってるんですね。はいではそれじゃあ栗羽さんいいですか。そろそろ時間でございます。そろそろお別れの時間でございます。ぜひご感想くださいね。今回からはねなんか YouTube でいろいろ見れるらしいので今回後半の分から撮って次回からは全部録画してYouTube の方で上げるそうなんで皆さんお楽しみにではですねキノネッコのホームページキノネッコラジオやAちゃんホームページお知らせから今回のものは聞けれます。Aちゃんさんの方はもう YouTube の方に上がるみたいなんでお楽しみにしてください。次回は来年の第2火曜日の1月14日火曜日午後4時放送です。いつものように夢タウン廿日市3階 FM 廿日市 A スタジオからお送りします。お相手はキノネッコの横山晴美と一般社団法人 A ちゃんの栗林としてゲストのソナイニャです。ソナイニャさんとさらにはいアディオスアミゴス Thank you so much。はいでちょっと今岸岡さんもいませんけどありがとうございましたね。はい今日終わりました。キノネッコはもう終わりでございますのでいつも本当に3年8ヶ月栗林さんはお世話になりました。いやありがとうございました。さん頑張ってください。次回からよろしくお願いします。はい、カラフルタウン廿日市この番組は子どもと育つ場所キノネッコと一般社団法人 A ジャンの提供でお送りいたしました。昨日の一杯まだ引きずっている
つぶさ